こんにちは。今回は3目ゴム編みというリブ編みで編むマフラーにもスヌードにもなる編み方を紹介します。これはとても幅の広いリブ編みですので、広げるとこのように大きく広がります。編み方を編み図で説明します。全体の編み図はこのような編み図です。そしてこの編み図は表から見た編み図ですので、奇数段と偶数段では編み方が違います。この薄くグリーンになっている部分が偶数段です。偶数段は裏側から編みますので編み方が反対になります。そしてこの白い部分は奇数段ですので編み図と同じ編み方をします。奇数段の編み方は裏裏裏表表表と素直に編みます。そしてこのグリーンの偶数段は反対に表表表裏裏裏と反対に読みます。偶数段は裏から編みますので編み図とは反対の編み方をします。そして3段目からは縦に3目のゴム編みを前段と同じ編み目で編みますので、この2段目の偶数段だけ注意して3目ずつのゴム編みをきちんと編めば、あとはその目に沿って編みますから楽になります。これはこのような毛足の長い太めな糸を使いました。これを2本取りで今回は編みました。ですがこの毛足が長く色も変わる糸で分かりづらいですので、今回は極太ゲートのこのグレーの糸で1本で編み方を説明します。この輪針で見本を編みます。15号の大きめなサイズの輪針です。作り目はこの針を1本使って作ります。針が太いので1本の針に作り目を作ります。今回15目の見本を作りますので、約3倍のぐらいのところに輪を作ります。そして針を1本入れてここから作り目を作ります。手前が糸端の糸で向こう側が糸玉のつながる糸です。間に指を入れて親指の手前の糸を拾い、人差し指側の糸を引き出して糸を絞ります。この時糸をあまりきつく絞らずに緩い作り目にしてください。今回1本の針で作りますので、きつい作り目にはしないで緩めの作り目にしてください。親指側の糸を拾い、人差し指側の糸を引き出して一般的な目の作り目を15目作ります。緩めな作り目を15目作ってください。一般的な目の作り方で15目の作り目ができました。こちらが表側でこちらが裏側です。作り目が1段目になります。次に編み出すのが2段目からです。編み地を裏返してこちら側が裏側になります。そして裏側ですが
次に編み出すのは作り目が1段目ですから2段目から編むことになります。2段目は編み図とは反対に読みますので裏編みを3目から編み始めます。今回はおばあちゃんの棒針編みの編み方で編みます。針は右から左へ入れて糸を針の下に絡ませて右に引き出すおばあちゃんの裏編みの編み方です。右から左へ針を入れ糸を下に絡ませて右に出します。これがおばあちゃんの裏編みの編み方です。3目編めました。次は表編みです。表編みはフランス式で編みます。フランス式の表編みは左から右へ針を入れ糸を手前に引き出します。左から右へ針を入れ向こう側の糸を手前に引き出してフランス式の表編みです。次の裏編みはおばあちゃんの裏編みです。右から左へ針を入れ糸を下から右に引き出します。おばあちゃんの裏編みで編みます。針を右から左へ入れて糸を下から右に引き出します。これで3目ずつ編めました。次は表編みです。作り目から編み出す時だけは表編みはフランス式で編みます。左から右に針を入れ向こう側の糸を手前に引き出すフランス式の表編みの編み方です。作り目からの編み出しの時はフランス式の表編みをします。次はおばあちゃんの裏編みです。右から左へ針を入れ糸を下にかけて右に引き出します。これはおばあちゃんの裏編みです。これで2段目が編めました。編み地を裏返して次は3段目になりますので編み図と同じように編みます。作り目に今偶数段の2段目を編みました。3目ずつの表編み裏編みを繰り返しました。次は3段目になります。1段目、2段目、3段目です。3段目は編み図通りに編みますが、3段目以降は2段目で編んだ編み目と同じ編み方をしていけば3目のゴム編みになります。では3段目を編みます。2段目まで編めていますので3段目はこの編み目と同じ編み方をします。表編みが出ている時は表編みを表編み3目裏編み3目と出ていますのでそれと同じ編み方をして最後は表編みを編みます。この2段目からは表編みも裏編みもおばあちゃんの編み方で編みます。最初は表編みです。表編みは針を右から左の向こう側に入れて向こう側の糸を手前に引き出します。針を正面から向こう側に入れて糸を手前に引き出します。右から左へ入れ糸は手前に引き出してその時に左の編み針から抜きます。裏編みはおばあちゃんの裏編みです。右から左へ針を入れ糸は下から右に引き出します。フランス式の裏編みよりも編みやすいと思います。次は表編みです。先ほどはこのように編みましたがおばあちゃんの編み方は右から左へ針を入れ糸を手前に引き出す表編みです。次は裏編みです。裏編みも右から左へ針を入れ糸は針の下を
絡ませて右に引き出します。おばあちゃんの編み方は表編みも裏編みも右から左へ針を入れます。次は表編みです。糸は向こう側にして右から左へ向こうに針を入れ、糸を手前に引き出します。裏編みも表編みも同じ右から針を入れて編みます。これで3段目ができました。3段目も4段目も同じように出ている編み目に沿って編みます。編み地を裏返して次は4段目になります。4段目も出ている目と同じ編み方です。数えてみます。1、2、3段目まで編めました。この棒にかかっている1目も1目と数えますので、これで3段目が編み終えたことになります。次は4段目です。裏編みが3目、表編みが3目並んでいます。裏目が出ている時は裏編みを、表目が出ている時は表編みを編みます。3目ゴム編みのリブ編みは出ている目と同じ編み方をすればいいので楽に編めると思います。おばあちゃんの裏編みです。同じように右から左へ針を入れ、糸は下から引き出します。その時左側の編み棒にかかっている目も一緒に引き出すと一度に編み終わります。次は表編みです。表編みも右から左へ針を入れ、糸を手前に引き出す時に左の編み棒から糸を引き抜きます。次は裏編みです。おばあちゃんの裏編みは糸が絡ませやすいので楽に編めると思います。次は表編みです。表編みも右から左へ針を入れて、この時に編み棒から外してしまいます。次は裏編みです。これで4段目ができました。編み地を裏返して次は5段目です。編み目を数えてみましょう。ここで1、2、3、4と4段目が終わったことになります。次が5段目です。おばあちゃんの編み方は余計な動きがない分早く編めると思います。表編みも右から左へ針を入れます。この編み方は早く編みます。慣れるとこのように早く編めますので、針の向きが一定ですので早く編み終えることができます。そしてフランス式のこの裏編みが苦手な人もおばあちゃんの編み方をおすすめします。3目ゴム編みで編むリブ編みは幅がある分編み地にも凹凸が大きく出ますので伸縮性もとても良くなります。そして表情のある編み地になります。このように凹凸のある厚みのある編み地ができます。3目ゴム編みのリブ編みで編むマフラーにもスヌードにもなる編み方を紹介しました。